はい、皆さんこんにちは。スクラップ CG のコビーです。先週3月9日の日についに出ましたね。待望のブレンダー 3.1 がリリースということで、僕も早速インストールして軽く触ってみました。特に今回はすごく楽しみにしていたアップデートがありまして、それがこれです。 Cycles now has a metal GPU backend ということで、ついに Mac でも GPU を使ってサイクルズのレンダリングができるようになりました。特に僕は去年末に MacBook Pro を買い替えてまして、買い替えようと思った決定的な理由として、この Apple がブレンダーの開発ファンドに加わるという発表があったからというのがあります。つまり今後はブレンダーも M1Mac にネイティブ対応していって Mac の性能をより発揮できるようになっていくのかなと思ったわけです。このニュースが決め手となって昨年末に発表された M1Max の MacBook Pro を購入しました。僕が購入した MacBook Pro はストレージ以外フルスペックにした16インチのモデルになります。メモリも 64GB 搭載したものです。ちなみにその前まで使っていたのは今は懐かしきインテル版 Mac の16インチモデルでした。こちらもストレージ以外フルスペックにしたモデルで、先ほど同様 64GB のメモリを搭載したものになります。というわけで今回はこの2台を使ってブレンダー 3.1 の進化を体感しようと思ってテストしてみた検証動画になります。つまり本当に MacBook Pro を買い替えた価値はあったのかというのを確かめるための、個人的にはちょっと怖い動画でもあります。今回はサイクルズのレンダリングにおいても GPU を使って計算できるようになったということなので、前回作ったウパーのデータを使ってレンダリング時間の比較をしていきたいと思います。さて、まずはウパーを作った時のデータになります。M1Max のブレンダー 3.0 を使ってレンダリングした結果です。レンダータイムに誤差があるかもしれないので、3回テストをしてその平均値を求めています。この結果ではだいたい2分46秒ということになりました。次に同じ M1Max のブレンダー 3.1 でテストした結果になります。こちらはちょっと意外だったんですけども、 3.0 の時のテストに比べて約10秒ほど遅い結果になりました。そして次が同じ条件で GPU レンダリングを有効にした場合の結果です。もう見ての通りめちゃくちゃ速くなってますよね。正直この結果には本当にびっくりで、もう検証の段階で時間を計測するまでもなく圧倒的に速くなっていることを体感することができました。さて次は以前使っていた Intel MacBook Pro でのテスト結果を見ていきたいと思います。まずはブレンダー 3.0 を使った時の結果です。だいたい M1Mac の CPU レンダリングと比べて約20秒ほど遅い結果になりました。そして次に同じ Intel 版 Mac のブレンダー 3.1 でテストした結果がこちらになります。これも M1Mac の時と同じようにブレンダー 3.0 の結果より約10秒ほど遅くなってますね。では最後に全てのテスト結果を並べるとこんな感じになりました。もう見ての通りブレンダー 3.1 の GPU レンダリングが圧倒的に速いですね。約3分の1のレンダリング時間になっているので、今後はアニメーションをレンダリングするのもすごく楽になるなぁと今からワクワクしています。例えばなんですけど、10秒のアニメーションをレンダリングする場合、1秒は24フレームなので10秒だと240フレーム、1フレームあたり3分のレンダリング時間がかかるデータだとすると、3分 ×240 フレームで720分、つまり約12時間かかる計算になるわけなんですが、これが3分の1の時間で済むようになると、だいたい4時間ほどで終わるようになるわけですね。この時間の節約は何事にも変えられないものなので、今回のアップデートは本当に神アップデートだったなと思います。これで今回は以上になります。いつもとは趣向を変えて検証動画っていう形だったんですけど、もし少しでも参考になった、面白かったよって方はぜひ高評価やコメントを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。
またねー。